はい、こんにちは。今日はですね、渋谷にあります、ブーツの楽園と言ったらいいんでしょうか、スタンプタウン渋谷に来ております。こちらでなんと今日はホワイツの新作紹介しちゃいますからね、詳しいお話聞かせていただけるのはこちら、ホワイツの安倍さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。主に100、ホワイツの、制作を担当しております安倍と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、100ホワイツというお話がありましたけれども、ちょっとこれについて説明してもらっていいですか。はい、100ホワイツというのはですね、はい、私実際にアメリカのホワイツの工場で約7年間修行というか生産をやっておりまして、7年、はい、ホワイツの工場で修行してきまして、アメリカのホワイツってことはこういうスモークジャンパーとかセミドレスとか、はい、そういうのを実際作ってたんですね。はい、でそこで得た技術を落とし込んで日本人独自のブランドとして100ホワイツというブランドをやっております。ホワイツの中の100ホワイツ、そういう理解ですよね。はい、これはすべて日本製。そうですね。はい。すべて日本製やっております。日本製。はい、で100ホワイツの新作、やばいですねこれ。ありがとうございます。もう皆さんも最初から気になってたと思うんですが、かっこいいっていう言葉がふさわしいのか、美しいという言葉がふさわしいのか、かっこ美しいですね。ありがとうございます。今まで100、ホワイツのシリーズだとね、ここが原点ですよね。そうですね。これ私も愛用させてもらってるんですけど、これもね衝撃的だったんですよ、出てきた時に。なんですけど、この衝撃ともうね勝るとも劣らないほどの衝撃を私は感じましたよ。これローカットにしたんですね。そうですね。今までは、ハイカットのこのタイプで、スモークジャンパーに近い系統なんですけども、はい、今回のこちらに関しては、一応アメリカの方でもオックスフォードタイプはあるんですけれども、はい、そこまで定番というかあちらの現地の人には浸透していないタイプなんですけども、逆に日本ではこういった単月を求める方も多いっていうニーズに応えておりますね。脱ぎ履きの多い人種ですからね、我々日本人は。はい、これね、こうドレスシューズのような雰囲気を持ってるけれども、こうグッと見るとやっぱりワークブーツ。そうですね。はい、この微妙なバランスがないっすよね、こんなブーツ。そうですね、なかなかないと思いますね。はい、見たことないものが出てきたぞという。でこれちょっと作りの部分、じゃあ実際これなんか安倍さん、はい、相当作ってらっしゃると思うんですけれども、はい、まずどこからお話ししていただきましょう。そうですね、まずパターンとしましては、やはりここのアッパーデザインですね。かっこいいですね、これ横がね。ホワイトですとシンプルになタイプが多いんですけれども、ドレスシューズにあるようなパターンを持ち込んでいるので、はいはい、実際履いてみると意外と小さな違いではあるんですけれども、履いてみると結構インパクトがあって、そうですね。はい、これアッパーは革はこれは何を使ってるんですか。クロムエクセル。クロムエクセルを使ってドレスシューズっぽいものを作ってるっていうことになるわけですね。それに加えまして、そこはラギットタイプの、ワークブーツらしさも残したソールですね。ビブラムの、2333ソールを使っておりますね。すごいですねこれ。この土踏まずのこのくびれ、これがもう100ホワイツの特徴じゃないかなと僕は思うんですけれども、こういう細かいところまで飾りなんかも入ってるんですかね、これは。そうですね、飾り車を使って、ここがもうアメリカのホワイトでも全くやっていないところ。そうですよね。はい、アメリカのホワイトってやっぱり武骨なイメージがすごい強くて、伝統なんですけれども、こういうきめの細かい作業、これが日本人の感性のが注入されてる部分じゃないかと、勝手に思ってしまうんですけども、アメリカのホワイトももちろん手作業、ハンドクラフトっていうのがもう最も大きな売りなんですけれども、そこで、さらに手作業を増やしているっていうのがこれ、このブーツシリーズ全般に。じゃあこれも当然
全部手作業でそうですね、クラフティングしてるということではあるんですね。そうですね、はい、はアメリカのホワイトの工場なんかでも、はい、そのハンドソールの作業ってはい、限られた人しかそうですね、できないんですよね。はい、約10名ぐらいですねのシューメーカーがいまして、はい、その人たちが日々やっておりますね。じゃあその10名の中の一人として、はい、安倍さんもそうですね、はい、ずっとやってたんですか。はい、最初の4年ぐらいはいろいろな全ての工程を学ぶということで、工場のあらゆる作業ですね。なので一日中このヒールの削りをやっている時期もありましたし、このステッチダウンのミシンをやっている時もありましたし、はい、はい、最後の2年3年ぐらいがそのシューメーカーというか、こういう、はい、クラフティングをそうですねやってました。なんかその見えないじゃないですか、手作業の部分って。はい、手作業の部分がなんか見えるものってあります？はい、こちらが US ホワイトのブーツを真横に切ったもの。すごいサンプルですねこれ。はい、これを見ていただくと、もう、かかとの積み上げ部分ここも革になりますし、はい、でここの、境目ですね、ここミッドソールに当たる部分も革になりますね。でちょっと分かりにくいんですけども、こう中ものシャンクが入っているんですけれども、シャンクも革で、ここのインソールも革で、ここの、中に入っているヒールカウンターも革って感じで全部革なんですね。はい、プラスチックとか使ってね、あとはもう金属が釘だけ。そうですね。はい。ほー、すごいです。これホワイトの特徴ですよね、ここのカーブ。アーチーズ。アーチーズっていうんですね。もう土踏まずがすごく盛り上がって、これはに、この100ホワイトのシリーズでも同じことを継承してやってるんですね。ちょっと触ってみていいですか。あ、すごいね、こうグラマラスな曲線って言ったらいいんでしょうか。すごいこう分かります。ボコボコにこう土踏まずが膨らんでるっていうのが。でこの厚みのあるシャンクを使ってるんですけれども、はいはいはい、これを装着して、これはシャンクということはここですね、この部分に、はい、そうか、作る前は平らなんですね。そうですね。それをここに当てて、釘で打ち込んで形をならして、さらにここの左右を思いっきりハンマーで叩いてくびれをつけて土踏まずを盛り上げてっていうですね。そうすることによって、ブーツとしては決して軽いブーツではないんですけれども、足とのフィット感向上しますし、サポートしてくれることによって、足の密着度が上がるんですね。そうすることによって重さを感じにくくなるというか、っていうような効果もありますね。このコバの滑らかな手触りと言ったらいいんですかね。もう気持ちいいんですよ。何にも引っかかるものがないんです。これ。そうですね。ここもホワイトアメリカのホワイトだとグラインダーでバーッと削るだけなんですけれども、こちらでは手作業でガラスを使って皮を削っていくんですね。そうすることによってこういう仕上げになるんですか。そうですね。なのでもう全然きめの細やかさが全く。これも全部じゃあ手で最後。そうですね。本当にもう機械を使わずやっておりますね。はい、釣り込み、すくい縫い、中物を装着したり、出し縫いまで、そうですね。そうです。今始まった出し縫い、このソールズのステッチングも手縫いでやっておりますね。ここも一般的なワークブーツは、基本的には機械のミシンでやってしまうんですけれども、ガッ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 っていうやつですよね。これも一足だいたい片足1時間ぐらいで手縫いで行っていくんですけれども、機械だったら大体30秒ぐらいで終わる作業を一足一足1時間かけて、やっぱりその方がなんていうんですか、締まりがいいというか、そうすることによって初めてフルハンドメイドっていうブーツが歌えるので、そこはこのブランドのこだわりとして、それを今能登の工場ですよね。そうですね。でやってるわけですね。いや、なんかね、美しさってこう化粧の美しさじゃないんですよね、この靴。もちろんデザインがいいとか、バランスがいいとかあるんでしょうけど、細かいこの作業の積もり積もった部分がこのブーツの美しくてかっこいい姿を作ってるんじゃないかなと
素人ながらに思うんですけど、ありがとうございます。まあ気の毒なる僕からしたらね作業のような気がするんですけど、ハンドソーンでこう一足縫うのにどのぐらいかかるんですか？片足1時間ぐらいかかるので両方で2時間ぐらいですね、1足。大体月にどのぐらい作れるもんですか？大体月8足ぐらいですかね。はい。商売になんないですね。8足。はい。ほう、じゃあ予約を受けてはい。一足一足作っていくという、そですね。そういう流れでやっていくわけですね。これモデル名は何て言ったらいいんですか？これは W300 という感じですね。オックスフォード。はい。ワイズ100シリーズの300。はい。でこれも過去のシリーズからも踏襲してるんですけれども、さっきの表面仕上げという感じでつま先とかかとのメインを周りをメインに磨き上げて、気になってたんですよこのキャップのところね、はい、こういうのはアメリカのワークブーツではまずない、そうですね、日本のオリジナルなスキルというか、はい、感じですよね。いやというこれはね本当にそういう意味ではちょっと、僕の中では今年一番の驚きの靴かもしれないというぐらいのまあこれのイメージがあったんで、はい、100シリーズの新作が出ますっていうとやっぱりこの延長線で考えてたんですよ。で今度上がってきたら全く違う感じだったんで絶対履きたい。これは絶対履きたいんですけれども、なんとここでもう見てる人だけにこれはお伝えしますけれども、予約スタートが私どもが開催する10月5日6日にある横浜であります、はい、レザーズデーが最初の受注会なんですよね、はい、そこで多分すごい注文集まったらもうその後の注文はいつになるか分かんないってやつですね。そうですね、はい、大体注文でどのぐらいを見とけばいいんですか？大体 4,5 ヶ月4,5 ヶ月、ね、まあかかっても半年ぐらい以内にはっていう感じですね、はい、そうするとアメリカのホワイトに頼むのとそんな変わらないですよね。現在のそうですね、納期的には今オーダーで頼んでもそのぐらいかかりますもんね、はい、でもねこれはね 4,5 ヶ月待つなんて多分ね全然僕は問題なし、待ちますよこれが来るんだったら、いや本当に早く履き心地を味わいたい、はい、もう買う前提で話してます。これは素晴らしい。で実際私もそのレザーズデーの方に、行かせていただきまして、はい、現地でパフォーマンスというか生産しているところの一部を、見せてくれるわけですね、やりながらというような予定になっておりますので。話しかけちゃっても大丈夫ですか？もちろん大丈夫です、はい、話しかけていろいろ聞いてくださいこの靴がどんだけ大変かをもうね実際にその場でもお話できると思うんですけれども、魅力のたくさん詰まったブーツになっておりますので、はい、何卒よろしくお願いいたします。ね、まずは行って足入れて、試着したいみたいな、もう僕はすでに盛り上がっちゃってますんで、はい、それでもうこれはでもね、どうあれオーダーしなきゃいけないわ。オーダーしなきゃいけないブーツ。そんなにね店頭にいっぱい並んでるっていうものではないんで。ね、基本オーダーしないと手に入りませんから。はい、ということで本日はスタンプタウン渋谷から100ホワイトの最新作リークでした。ありがとうございます。ありがとうございます。